セキュリティホール報告無視した結果100万件情報漏洩。セキュリティは後回しでいい。報告メール全部残ってるんだが。これはセキュリティの脆弱性を報告したのに無視された結果100万件の個人情報が漏洩した話です。俺は27歳のセキュリティエンジニア。中堅 SIR で大手 EC サイトの構築プロジェクトを担当していた。クライアントは東証一部上場の大手小売チェーン。会員数200万人規模の新規 EC サイトを開発中だった。プロジェクト規模は5億円。納期は半年後。俺の役割はセキュリティ全般の責任者だった。結構大きなプロジェクトだな。問題はこのプロジェクトの PM だった。よろしく頼むよ。私が今回の PM だ。55歳の元営業マンで技術のことは何もわからない。しかも納期至上主義でセキュリティを軽視していた。セキュリティなんて後回しでいい。とにかく納期を守ることが最優先だ。セキュリティ軽視とかやばすぎ。リリース1ヶ月前、俺は重大な脆弱性を発見した。 SQL インジェクションの脆弱性だ。検索フォームの入力値チェックが甘く、悪意のある SQL 文を直接データベースに送れてしまう。これを使えば顧客情報全てを抜き取れる。すぐに POC コードを書いて検証した。テスト環境で試したら本当に全データが取得できてしまった。これはマジでヤバいやつ。俺は詳細な脆弱性診断レポートを作成した。脆弱性の詳細、影響範囲、攻撃シナリオ。具体的には検索クエリのパラメータ、サニタイゼーションが不十分、プリペアードステートメントが使われていない箇所があった。プリペアードステートメント使ってないと書き込ん中の基本や。そして具体的な修正方法まで全て記載した。該当するコードファイルと下り数、修正すべき箇所は全部で5ファイル、20箇所。修正コードのサンプルも添付した。修正には3日あれば十分だと見積もった。ここまで詳細に報告してたのか。そして PM に報告した。 PM、 重大な脆弱性を発見しました。 SQL インジェクションで全顧客情報が漏洩する危険があります。今さら何を言ってるんだ。リリースまであと1ヶ月しかないんだぞ。だからこそ今すぐ対応が必要なんです。修正には3日あれば十分です。3日も余裕はない。他にも優先度の高い機能開発が山積みだ。機能開発よりセキュリティが最優先です。このまま放置すれば100万件以上の個人情報が誰でも簡単に抜き取れる状態になります。君は心配性すぎるんだよ。リリース後に問題が出てから対応すればいい。問題が出てからでは遅いんですよ。いいから納期を守ることだけ考えろ。セキュリティは二の次だ。こいつマジで分かってない。このままじゃダメだ。 PM は完全に納期しか見ていない。顧客情報の安全性より自分の評価が大事なんだ。最低だな。でも俺は諦めない。俺は脆弱性診断レポートをメールで再送した。件名には重要、緊急をつけた。そして法務部と情報セキュリティ部門にも BCC で送信した。この時点で俺は気づいていた。 PM は絶対に対応しない。だから証拠を残すことが最優先だ。証拠は絶対に残しておく必要がある。証拠を残すのは大事だな。さらに俺は POC コードとスクリーンショットも保存。実際に攻撃可能であることを証明する証拠だ。 POC コードは検索フォームに不正な SQL 文を入力するだけのシンプルなものだ。それだけで全データベースの内容が丸見えになる。そんな簡単に抜けるのかよ。スクリーンショットには実際に抽出されたユーザー情報も含まれていた。これで誰が見ても危険性がわかるはずだ。おい、なんで法務部にメールを送ったんだ。重大なセキュリティリスクなので当然です。余計なことをするな。今後そういう報告は全て私を通せ。それでは証拠隠滅と同じです。いいから黙って従え。納期遅延の責任は全部お前が取るつもりか。完全に圧力かけてるじゃん。でも俺は諦めなかった。その後も週に1回のペースで報告を続けた。全てのメールに法務部とセキュリティ部門を BCC、 会議での発言も全て議事録に残した。個人のクラウドストレージにも全て保存。
間前最後の報告をした。 PM、 まだ脆弱性は修正されていません。このままリリースすれば必ず問題が発生します。もういい加減にしろ。お前のせいでプロジェクトの雰囲気が悪くなってる。そんなに心配ならお前個人の責任で対応しろ。責任を押し付けようとしてる。個人の責任じゃなく会社としてのリスクです。もう決定事項だ。予定通りリリースする。これ絶対ヤバいことになるやつ。俺にできることは全てやった。あとは証拠を完璧に保存しておくだけだ。全ての報告メール、議事録、TOC コード、スクリーンショット、会議の録音データ、全てを個人のクラウドと USB メモリに二重保存した。EC サイトは無事リリースされた。ほら見ろ。何も問題ないじゃないか。お前の心配は杞憂だったな。調子乗ってる。まだ問題が起きてないだけです。脆弱性は確実に存在しています。もうその話は終わりだ。これフラグ立ってるやつ。深夜2時、俺は自宅で寝ていた。その時、携帯が鳴った。発信者は会社の情報セキュリティ部門。緊急事態だ。すぐに会社に来てくれ。EC サイトが SQL インジェクション攻撃を受けた。やっぱり来たか。マジで攻撃来たのか。一致の警告通りじゃん。会社に着くと緊急対策本部が設置されていた。被害状況を報告する。顧客データベースに不正アクセスがあった。漏洩した可能性のある個人情報は約100万件。氏名、住所、電話番号、メールアドレス、クレジットカード情報まで全て抜き取られた。100万件とか写楽にならない。これ会社潰れるレベルだろ。攻撃手法は SQL インジェクション。攻撃者はテスト環境のアカウントも入手していた。組織的な犯行グループとみられる。検索フォームから不正な SQL 文が送信されていた。俺が警告していた通りだ。すでに個人情報保護委員会に報告した。72時間以内の詳細報告が義務付けられている。翌日、クライアントから怒りの電話が来た。どういうことだ。なぜセキュリティテストを通過したシステムが SQL インジェクションで攻撃されるんだ。損害賠償は10億円を超える見込みだ。当然全額そちらに請求させてもらう。10億円とかヤバすぎる。そして会社でも大騒ぎになった。役員会議が緊急招集された。なぜこんな重大な脆弱性を見逃したんだ。セキュリティ担当は誰だ。それは彼です。セキュリティ全般の責任者は彼でした。責任押し付けてるじゃん。クズすぎる。はあ、何を言ってるんですか。彼がセキュリティテストをパスさせたんです。私は彼のチェック結果を信じただけです。何度も脆弱性を報告したじゃないですか。そんな報告は受けていません。あなたが勝手に大丈夫だと判断したんでしょう。完全に責任転嫁じゃん。どちらが本当なんだ。もちろん私です。彼から脆弱性の報告など一切受けていません。セキュリティ担当として職務怠慢です。ふざけるな。メールで何度も送ったはずだ。そのメールを提示してください。メールを確認しようとしたが、社内メールサーバーへのアクセス権が停止されていた。証拠がないなら話にならん。君は自宅待機とする。懲戒処分と損害賠償請求を検討する。これは絶望的だ。自宅に戻った俺は証拠の確認を始めた。個人のクラウドストレージにアクセスした。すべての報告メール、議事録、TOC コード、すべて完璧に保存されていた。証拠残しててよかった。俺はすべての証拠を時系列順に整理した。PM への報告メール4通、法務部とセキュリティ部門への BCC メール4通、会議議事録6回分、会議の録音データ6ファイル、TOC コードとスクリーンショット一式。完璧だ。会社から連絡が来た。緊急役員会議に出席してもらう。今回の件について説明してもらいたい。いよいよ決着の時だ。ここから逆転頼む。会議室には役員全員と PM、 法務部、セキュリティ部門が集まっていた。では始める。君は本当に PM に脆弱性を報告していたのか。はい。そして今から証拠を提示します。俺はノートパソコンを開き、プロジェクターに接続した。まず PM への報告メールです。1回目4月15日。件名
弱性の発見について本文 SQL インジェクションの脆弱性を発見しました。修正には3日必要です。早急な対応をお願いします。そんなメールは2回目4月22日件名脆弱性未修正の件再度報告本文4月15日に報告した脆弱性が未だ修正されていません。このままリリースすると重大なインシデントが発生します。完璧に警告してるじゃん。3回目4月29日件名緊急重要脆弱性対応について最終警告4回目5月6日リリース1週間前すべて詳細な脆弱性診断レポート付きです。証拠がっつり残ってる。そして重要なのはここからです。すべてのメールに法務部と情報セキュリティ部門を BCC で追加しています。なんだと BCC で送ってたの完璧。法務部長確認をお願いします。はい、確認しました。法務部にも全てのメールが届いています。日付も内容も完全に一致しています。 BCC で送ってたの神すぎる。でも私のメールボックスには届いていない。それは自分で削除したからでしょう。次に会議議事録です。4月16日の進捗会議私の発言 SQL インジェクションの脆弱性について対応が必要 PM の発言セキュリティは後回しでいい納期優先4月23日の定例会議私の発言脆弱性が未修正です。リスクが高すぎます。 PM の発言リリース後に問題が出てから対応すればいい。それは議事録の改ざんだ。では会議の録音を聞いてもらいましょう。録音4月16日の録音データを再生します。録音音声 PM SQL インジェクションの脆弱性が見つかりました。録音音声。今さら何を言ってるんだ。納期を守ることが最優先だ。録音音声このままだと100万件以上の個人情報が漏洩します。録音音声。君は心配性すぎる。セキュリティは二の次だ。録音最強すぎる。言い逃れできないやつ。これは完全に君の発言だがこれは文脈が完全論破。さらに POC コードとスクリーンショットです。これは実際に脆弱性を検証したコードです。テスト環境で全顧客データが取得できることを証明しています。作成日時は4月15日つまり俺は1ヶ月以上前から脆弱性を把握し何度も PM に報告していたということです。証拠完璧すぎる。 PM どういうことだ説明しろ。それは納期の問題が。まだあります。セキュリティ部門長にお聞きします。私からの BCC メールを受け取った後何かありませんでしたか？はい、実は PM から圧力がありました。この件を上に報告するなと言われました。納期遅延の責任を取らされるぞと脅されました。これは完全にアウトだろ。圧力かけてたのかよ最悪。そんなことは言っていない。その会話もメールで残っています。4月17日 PM からのメール。セキュリティの件は大げさに騒ぐな。私の判断で問題ないと判断したと。隠蔽工作までしてたのか。悪質すぎるだろこれ。つまり君は脆弱性の報告を受けていたのに無視し、さらにセキュリティ部門に圧力をかけて隠蔽し、挙句の果てに全ての責任をセキュリティ担当に押し付けた。そういうことだな。違います。納期を守るためには納期より顧客情報の保護が優先だ。君の判断ミスで10億円規模の損害が出ている。個人情報保護法違反で刑事告訴の可能性もある。そんなすみませんでした。会議から1週間後処分が決定した。 PM に対する処分を発表する。まず懲戒解雇とする。退職金は全額没収。当然の処分だな。次に損害賠償請求。会社が被った損害の一部として個人に3000万円の損害賠償を請求する。3000万円。3000万円とか絶対払えないやつ。自業自得すぎる。さらに個人情報保護法違反で刑事告訴する。個人情報保護委員会にも全ての経緯を報告済みだ。そんな人生終わっただな。そしてイチ君、はい。君の行動は会社を救った。適
適切な報告と証拠保全がなければ責任の所在が不明確になるところだった。よって君をセキュリティ統括責任者に任命する。統括責任者ですか。そうだ、今回の件を教訓にセキュリティ部門を強化することにした。君にはその責任者として全社のセキュリティを統括してもらう。ありがとうございます。一致おめでとう。年収は200万円アップだ。200万円アップとかすごすぎ。さらに今回の行動として特別ボーナス100万円を支給する。ボーナス100万円の本当にありがとうございます。その後の経過を報告します。まず PM について懲戒解雇後損害賠償3000万円の支払いを命じられた。個人情報保護法違反で書類送検罰金刑が確定した。喧嘩持ちになったのか。さらに業界のブラックリストになり IT 業界での再就職は個別可能になった。完全に積んだね。因果応報ってやつだな。そう、俺はセキュリティ統括責任者として全社のセキュリティポリシーを発信した。セキュリティレビューの義務化、脆弱性診断の自動化、敵はコーディング研修の実施、脆弱性報告制度の整備、セキュリティ部門の独立性確保。一致の功績でかすぎる。これらを実施し、二度と同じ事故が起きないようにした。さらに業界のセキュリティカンファレンスで今回の事例を教訓として講演する機会をいただいた。セキュリティ広告の重要性、証拠保全の必要性、これらをテーマに多くの企業で講演を行った。一応名人になったな。そして何より証拠を残すことの大切さを実感した。本当に証拠が命だったな。メール、議事録、録音データ、POC コードのスクリーンショット、これらがなければ俺が責任を押し付けられていた。特に個人のクラウドストレージへの保存が重要だった。会社のシステムだけではアクセス権を停止されたら終わりだ。これは教訓になるな。もし同じような状況にいる人がいたら必ず証拠を残してほしい。メールは VCC で関係部署に送る。会議は可能な限り録音する。全てのデータを個人のストレージにバックアップする。これらは自分を守るための最低限の防衛策だ。一致の教訓、みんな覚えとこう。今は新しい体制で順調に仕事ができている。セキュリティ部門の5人から15人に増員された。予算も大幅に増額され、最新のツールも導入できた。会社も本気になったんだね。セキュリティは絶対に妥協してはいけない。そのことを全社員に理解してもらうためにこれからも活動を続けていくつもりだ。一致かっこいい。最後まで読んでくれてありがとう。証拠を残すことの大切さ覚えておいてくれ。一致ありがとう。ためになる話だった。虫置き最高だった。証拠保全絶対やるわ。スパッとしたありがとう。